本日はダイヤの面直し砥石の使い方と、違いを藤原先生に教えていただきたいと思います。もともともうご存知だと思うんですけど、ツボマンっていう、メーカーさんから、出てたアトマという商品があって、でそれを使って面直しするっていうのが、やっぱりその非常にいいっていうので、もともとですね、削ろう会、カンナの薄削りの大会とかあっち方面からどうやら、広がった、使い方だと思うんだけど、でそれをいろいろ僕も聞いたり試したりしてみて、やっぱり非常にいいっていうので、包丁の業界でもやっぱりこれを使うべきだっていうので、本に載せたりとか協会の動画とかで言うようになったっていうのがちょっと広がったスタートなんじゃないかなと思うんだけども、ただそれのね一番最初のきっかけはこのアトマっていう製品なんだよね。で、あっという間に研げるっていうところから、本当は面直し用じゃなくて研ぐ用っていうので作られたっていうのがその名称からも分かるんじゃないかなと思うんだけども、でこれを使ってる中でなんかちょっと、不満に思ってきたのが、めっちゃひっつくんだよね、使ってて。でこのひっつき防止をなんとかできないのかなっていうのと、であとはね、その砥石が平らになっていくときに、こう砥石があったとき、真ん中が大体へこんでることが多いじゃない、この時にこの面直し砥石でこすってゴシゴシした時に、この周りが出てて真ん中がへこんでるから、周りから泥が出始めるんだけど、これここのへこんだところに泥が入ってくるんだよね。要するにこっち側に逃げる機構がつけてないから、こすった時に泥の逃げ道がこっち側から出るか、でこの外周が外から出ることができるんだけど、真ん中にたまろうとする。そうすると何が起こるかっていうと、その塗粒分、その中のその塗粒が逃げ道がなくなってくると、やっぱり本当の意味で平らになりにくいってことが分かってきたんだよね。じゃあ水流しながらこすった時にやっぱり逃げがあった方がいいんじゃないかっていうので、その逃げを作ったのがこっちの継承ダイヤだからそういう意味ではね、非常にその評価いただけてて、もう完全にその代わり研ぐことができないんだけどね、ただ完全にその面直し専用のダイヤモンド石っていうのを作ったっていうので、こういう商品ができてきたんでね。そうこれが一番ね、そのアトマとこっちの違い何って言われた時の説明になるかな。そうただね、最近ちょこちょこ言っていただくんだけど、この粗めの検証ダイヤで作ってないので、なんでっていうと、今のこの逃げの高さがないんだよね。粗めってどちらかっていうと結構粗い砥石とかから中戸ぐらいまで使う人が非常に多いんだけど、その時にやっぱりこの溝の高さよりも砥石の塗粒の高さが高いとあんまり効果がなかったりする。それだったら別にもう普通のでよくないっていう話になっちゃう。そういうところもあって、あんまりその粗めを作るメリットを感じないっていうので、今まで継承ダイヤの粗めっていうのは作ってこなかったんだけども、最近面白いことがあって新しいのがちょっとできそうかもしれないんで、そこら辺は交互期待かなとは思ってるんだけどね。であとは使い方として面白いかなと思うのが、結局このダイヤの傷っていうのが砥石に転写されちゃうんだよね。そう例えば400番とか600番とか、粗いと220番かなぐらいの粗さだったりするんだけども、結局それでこすると表面がそのダイヤの傷で荒れるわけなんだけども、その荒れを利用して研ぐっていうのも実はできるっていうのもこのダイヤモンド石の面白いところ。だからわざと1000番で研ぐって言った時に、ちょっと1000番でも早く削りたいなと思ったら粗めで面直しするんだよね。そうすると1000番プラス表面が粗めになっているから、実はそこで研磨力を上げるっていうことができたりとか、逆に1000番でもちょっと研磨力を落としたいなっていう時は、こいつが潰れた状態、もうちょっとねダイヤモンドが、削らなくなってるようなタイプで面直してあげると結構ツルツルになったり、さらにその上で言えば面直しした後に他の砥石でもう一回目をさらに潰すっていうことをすると、さらに加工することができるっていうので、その面直しを超えてその表面砥石の表面の加工っていうのに使えるよっていうのがすごく面白い道具でもあるね。
そう派生型というかね、だから他の砥石でも全然そういうことができるっていうのが、まあ、結構アレンジとしては面白い。でそこの理解度が増えていくと少ない砥石の本数で、まあ、いっぱい砥石を持っているような状態を作ることができる。同じ3000番でもその状態を変えることでその性能も変わってくるっていう変えられるっていうことですね。そこら辺がまあこの面直しができるちょっと面白い世界観かなと思うね。そう考えるとなんかパターンもすごい増えそうですね。逆にまあ粗いのと中ぐらいの細いのってこの3パターンがあれば一つの砥石も、まあ、少なくともこの3パターンに振り分けられるじゃないですか。そのバリエーションが増えていくっていう意味では、あとその傷の入れる方向とかもしかしたらそういうのでもそうね。だからそう考えていくとやっぱり旋盤が本当にめちゃくちゃいろんな顔を出すので、使い方としてはすごく面白いね。だからまあそれはねやっぱりこういう粘着ダイヤっていうのができて、まあ本当にでもこれは革命品だよね。そう前のね砥石の授業でもちょっと言ってたと思うんだけど、やっぱり今の砥石のそのクオリティももちろんなんだけども、やっぱりこいつの誕生っていうのが今のその刃物の切れ味っていうのを劇的にまあ押し上げたって言ってもいいぐらいもう革命的な道具なんじゃないかなと思うね。どの砥石も同じ形っていうその条件を揃えることができた、まあ、定規みたいな道具だと思うんだけども、それがねやっぱり高品質で出回ってみんながまあ手にすることによってやっぱり切れるっていうのを体感していただけるようになったんじゃないかなと思うね。藤原さんは業務で月間何枚ぐらい使うんですか、体感的に。いやーでもどうだろう、どれぐらい持つっていう感覚なんですか、1枚。粗めで言うと半年で1枚使うか使わないかぐらいじゃない。いいのか悪いのかそもそもかなり貧乏症だから、もうやめときゃいいのにぐらいまで使っちゃうよね。この前ちょっと全然余談だけどさ、3万番の砥石があるんだよね。で3万番の砥石とあと2万番もあるんだけど、2万番が実は納品したら割れちゃって、でそれで新品交換したんだけど、その割れたやつ交換だから返してきてくれたんだけど、その割れたやつずっと業務で使ってたのよ。本当に使いにくいんだけど、で3万番もうペラッペラでなんかいつ割れるかないつ割れるかなとか思ってたら、この前年間契約のお店行ってる間に割れちゃってさ、砥石がなんか斜めに割れてもほとんどこれぐらいしか使えなくなっちゃって、やべえ刃つけれないとか思いながらも、でもケチくさくずっとそれ使ってたんだけど、結局そっから1ヶ月使っちゃったの、割れてるの。でももうさすがに買えるかと思って新しく作ってあったやつ下ろしてきて使ったら全然性能が良くて、なんかケチくさい性格でなんかすごく損してたなって思うところがちょっと。半年も持つんですね、逆にその藤原さんの業務量で。全然持つけどね。そうだね。基本月1ぐらいで変えてんのかなって。いや全然持つよ。イメージでは粗めはだいたい大抵粗めでほとんど直して、後からその他の中め細めで傷を取るっていう感覚の使い方の方が多いかなと思うね。だから粗めが一番まあ極論だけど持ちがいい。やっぱりダイヤの大きさが大きいほどまあ減りにくいっていうのは当然だから、まあ、そういう意味では粗め中心にまあ使ってもらうっていう方がまあ極論費用対効果はいいのかもしれないね。であとはその業務的に1000番以上しかほぼ使わない。320番はかまぼこ状で使ってるから、なんだろう、そのこっちで面直ししないし、ってなってくると1000番以上しか使わないとよりダイヤの持ちはいいよね。一番軸になってるのは5000番ぐらいだから、もう5000番だと潰れた中目でもなんかいつまでもなんか交換しなくてもいいぐらい面直しできちゃうよね。あとはまあそのもうどこまで行ってもその工業製品でこの粘着してある板が究極の意味でフラットではないんだよね。でまあやっぱりねどうしても僕らでも解決できないのが当たり外れという言葉は使いたくないんだけど、どうしてもやっぱり工業的な意味でもやっぱり存在はする。そうするとやっぱり一部分がやっぱり早くダイヤが傷むのが早いっていう、そこがまあ盛り上がってて、他よりもちょっと高いから早くそこが強く当たって劣化しやすいとか、それはもうどうしても避けられない部分もあるね。そこだけよく取れちゃうのはそういうことなんだ。
そうなんだよね。まあまあそれだけかどうかはちょっとまあ 100% は言い切れないんだけど、このものじゃなくてそれこそ安いやつとか1000円2000円ぐらいのやつで使った時に結構その局部的にそうだね。薄くなったりとかっていうのは、やっぱりそれが起こる理由がまずこの本体のこのアルミ台の精度。そうこれを、まあ、僕らは注文入ると全部一回直してから貼り付けるだから台はかなり、まあ、ストレートエッジとかでも測って精度を出してから貼り付けをしている、それでもやっぱり起こってしまうのは、まあ、この上のその厚みの問題っていうのはやっぱりどうしてももう避けられない。でそれをやっぱり一応努力はしてみて、いろんなメーカーとかでそこの精度を出すことができないかっていうのでやってみたんだけど、まあ、トータル多分1枚の替え刃と言いながら売値が2万円以上のやつと採算が合わないぐらい高いんだよね、その精密さを求めていくと。なので、まあ、そういう意味でやっぱり替え刃という意味であったり、まあ、やっぱり皆さんに使ってもらえるっていう価格帯にまあ落とし込むっていうところを考えた時に、やっぱりこれがまあ一番最もまあ優れているというか、まあ、一番まあその言葉は悪いけども妥協点として一番まあいい商品っていう判断をしたっていうのがまああるね。これで逆に包丁とか研いでる方もいると思うんですけど、それはどう思われますか？このまあいいんじゃない。たまにだったらやるよ。使い方としてはどういう使い方になるんですか？ダイヤで包丁を。もうしのぎを上げるとき、もうそこら辺一択かな。あとは平を僕らはすごい研ぐので、でこれの2枚分の長さの板を特注で作って、まあ粗め2枚貼ってる1枚の板があるんだけど、そこで平を一気に当ててフラットを出すっていう作業をよくするんだけど、その時にやっぱりしのぎの位置がどんどん変わってくるんだよね、その平が削られていく過程で。その時にちょっと軽く当てる時にそこでバーッとちょっと軽くチェックのために研ぐっていうのはやっぱりあるかな。でもそれぐらいかな。どうしても昔はねよく使ってたのよ。使ってたんだけど、このダイヤが変摩耗するんだよね。必ずこの斜め型にやっぱり減ってくるんで、そうするとやっぱり微妙に高さ変わってくるのね、そのダイヤといえど。でそうなってくるとやっぱり調子が悪いというか、まあ、うまく研いでても良くない仕上がりだったりするっていうのと、あとは鋼の包丁を研いでてずっとそのままやってると、この粘着部分がもらい錆びしてダイヤが欠落しやすくなる可能性も出てくるんで、それは気をつけた方がいいね。であとまあ、硬さにもよるんだけどクレンザー巻いてもらって歯ブラシとかでゴシゴシしてあげたりとか、実はこのダイヤをつなげている母体の部分をちょっと痩せさせる、研磨して傷つけてあげるとダイヤが出てくる量が増えるんだよね。歯ブラシで磨いたぐらいで結構変わるんですか？もうちょっと本当は研磨力が強い方がいいかもしれないんだけど、クレンザーとかでガーってやってあげるとちょっとあれ切れ味戻ったかもって思う可能性があるから。ちょっと話それるんですけど、そのもらい錆びっていう話あったじゃないですか。ちょっと違うんですけど、鋼とか長時間研いでると錆びたりしないですか？それはもう磨いて取る。パターンがあって、わざとうちは錆びさせる。それは錆びさせると、まあ、作ってる方々ね、まあ、お分かりだと思うんだけど、結構そのアルカリの緑色とかの液ずっとつけてるんだよね。あれやってるとずっと錆びないから作業としては都合がいいんだけど、異常に気づかない。この青紙めっちゃ錆びるじゃんとかってやっぱあるんだよね。だいたい青紙って叩くと伸びにくくて、結構温度上げがちなのか、めっちゃ錆びやすい青紙があるんだよね。なのでそういう商品を弾くためとかで考えると、やっぱりうちはわざと途中経過でもう何もしない、そのまま研いでポイで1週間2週間とかで普通に錆びてる包丁とかいっぱい並んでたと思うんだけど、あれわざとそうやって見てるっていうので、まあ、その錆びても OK っていうところもあれば、でも仕上がりにつれてもそんなことしなくても良くなってくると、アルカリ性の液を作って吹きかけてる。で100円均一とかでセスキ炭酸ソーダっていうアルカリ性の水にめっちゃ溶けやすい粉が売ってるんだけど、あれをなんか髪の毛を濡らす時用なのかな、なんか一回プッシュすると長く噴射が長いやつがあるんだけど、あれに入れてプシュってやってシャーってやって
そのアルカリの液つけて、まあ、トイレとかっていうのをやってたりするかな、そうあんまりね強すぎる溶液だと取れなかった場合ちょっとなんかまあ気になるし、まあ、口に入ってもいいプラスやっぱりまあ水ですぐ流せたりとか、やっぱり目に見えないものだからこそやっぱりね薬剤残ってるっていうのちょっと嫌なんで、だからまあそういうお掃除道具に使われるようなレベルのものをまあうちは使うかな。これで包丁研ぐときは基本今はそのがっつり削りたいときというかしのぎ上げるとかそういうそうだね。でもまあこれを本当に使うよりはやっぱりもう焼結ダイヤがあるからね。まあ電着じゃなくてもいいかなっていうところもやっぱり今も強いから、逆にこれで刃を削っちゃった時のそのデメリットっていうのは傷が恐ろしく深い、これに尽きるだろうね。やっぱり他の砥石と違って電着ダイヤって乗っかってるからつける傷の深さは他よりも圧倒的に深いよね。他はね砥石に埋まってるから頭の頂点だけで削ってたりするんだけど、これ横から当たってるぐらいのねその突出率だから、だから粗めのアトマを買って一発目研いでもらうとすごいよ。金属がチョコレートかと思うぐらいなんか溶けるように削れていくからね。それぐらいすごい研磨力持ってるよね。だから恐ろしいやっぱ傷がつくから。それでやっちゃうとやっぱ後で消すの結構大変ですか？まあそうだね、まあ、確実にその、こいつで研げるところって出っ張ったところだから、まあ、他の砥石に変えてもまあ大体そこが必ず当たってくれるんで、ちゃんとまあ根気よく取れば必ず取れる傷ではあると思うんだけど、ただやっぱり深いもんね。でも基本的にはもうほとんどの作業においてはもう面直し一択っていうことなんです。そうだね。あとはやっぱりまあトイレ多分皆さん分かると思うけど、そんなに長く持たない。そのいい研ぎ感が、もうブースターかかってるようなすっごいもう削れる状態っていうのも寿命がそんなに長くないから、結局トータルの費用対効果で言えばやっぱり個人的には普通の砥石の方がやっぱり同じ研磨力をずっと長く、まあ、面を変えたり面を荒らしたりとか加工しながらでも使い続けられるっていう意味では、やっぱりまあ一過性の本当にまあ研磨力しかないっていう意味ではやっぱりその研ぐのに使うっていうのはあんまりまあメリットはないんじゃないかなと思う、やっぱりね常に道具だから同じ作業をしたい。でももうそこに取りつかれちゃうとね常に新しいのもハイペースで買い替えなきゃいけないからめちゃくちゃ高くなるから、それ安くないですもんね。そうだね。だからそう考えるともう焼結の方がまだ念直ししたら下からまた新しい台がたくさん出てきてくれるんで、まあ、そういう意味ではそっちの方がいいんじゃないかなとは思うけどね。まあまあ言うても焼結もめっちゃ高いんで。そうですよね。何万とかしますもんね。単純な面直しだけじゃなくてやっぱりその使い方とか考え方でその普通の砥石のその幅も広げれるっていうのはまあすごい面白いのかなと思いました。なんかそういう使い方もできるっていう意味では、ただ単純にこう直すっていうだけじゃなくてやっぱその粗さをこう利用してその元々の番手以上の仕事になったりそれ以下にしたりとかっていう調節もできるっていうのはなんか研ぎの幅が広がるんで、そうだね、なんかこれ1個持ってる人は試してみてほしいかもしれないですね。その今の砥石で。そう。あとねぜひなんだけど、潰れた検証ダイヤとかあとは絶対捨てないでほしいんだよね。どう頑張っても手に入らないから。新品になると、さっきの話ダイヤが深く傷つけるんだけど目が潰れて削れなくなった面直しはそれはそれでめちゃくちゃ大事だから、仕上げとかで使ってもらうと、よくあるのが目が潰れました新しく交換しましたそれで面直ししたら切れ味がなんかいつもと違うんですっていう人がいるんだよね。それはもう目がね立ってるから砥石につく傷の深さが変われば塗面の表面のね荒れ方が変わると切れ味荒くなるのよ。そうだからそういう意味ではやっぱり潰れたダイヤがとても大事。幅という意味でかな。だから選択という意味ではその新品のダイヤは買えばいくらでも手に入るけど潰れたダイヤは育てないと存在しないから、経年劣化によってそうなってるわけです。そうだからそういう意味ではそういうダイヤもねちょっとせっかくだったらもう置いといて、確かにほぼ削らないけど、絶妙にするぐらいのものっていうのは使い込んでいって初めてできるものですもんね。
だからまあ今はもうあんまりやらなくなったけど、昔はグラデーションで持ってたもん。どこまですり減ったそうそう、新品からね全然削れないやつでなんかさ4枚ぐらい持ってて、でもやっぱりどれもどんどん使っていくとやっぱり削れなくなってくる、そう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 、近づいてきちゃう。そこら辺がねやっぱりそのグラデーションを作るのが難しくて、はいはい、そうでも一生懸命そうやってやってたけど、やっぱりそれぐらいやっぱりね番手というか表面の削れ方、はい、その潰れ方によってもやっぱり仕上がり変わるから、そうだからぜひねその使い切ったというか、まあ、使い込んだやつも、はい、捨てずに、はい、まあ、残しておいてもらうっていうのはすごくいいね。あと天然砥石の、まあ、すごく硬い砥石とか使われる方はやっぱり潰れたダイヤでやる方がいいね。やっぱり硬ければ硬いほどそのついた傷が取れにくいから、やっぱり転写される量が増えちゃうので、できればやっぱり潰れたダイヤで目直しして出た泥を使いながら研いであげる、っていうのをできると一番理想的かなと思うね。ちょっと順番逆になっちゃうかもしれないですけど、こう面直しをこうするそのコツというか力の入れ方みたいなのがあったりするんですか？それは結構大事なポイントで、結構力入れて、はい、ストローク長い人いるんだよね、結構大きく、はいはい、そうすると砥石の前側と後ろ側を実はちょっと過剰に体重かけてこう削ってしまってたりするのよ。そうすると若干山形になってる人結構いるんだよね。あ、そうなんだ、押し込みすぎてこうなって、手前に引きすぎてこうなって、やっぱりその乗ってる面積が少なくなる分やっぱり体重が過剰にかかって手前と奥がこう行き過ぎちゃう。そうこのぐらいでやった方がいいですか？そう、ちょっと出るぐらいの方がいいし、小刻みにあれですか、いろんな角度にやるとか、そのガーッと直すときはもうそうやって直して、はい、上1センチと、まあ、下1センチぐらい残してこう横にガーッと削ってもらうと、はい、こことここが出っ張るじゃない、はい、それを縦方向に動かしてフラットになったところでやめるっていう方法、それが一番平らが出る。先に真ん中の方をある程度そう裏付き作ってる、はいはい、で上と下をちょっとこういうカーブに削れちゃったりしないんですか？慣れないと。ならないかな。ほとんどこいつがその形が変わらないから、ほとんどそういうことね。もう段ができるような感じで大体できる。この字になって最後その角を取るっていう。まあ本当に段ができるまでやっちゃったらダメだけど、本当に意識としてはそういう感じ。そういう感じにしてしまうって感じだよね。ってことはもうこうずっと横でこうやるっていうのもあれやって最後にやるってこと。それをやり続けると、今度ここだけダイヤが摩耗するから、そうするとここが今度出っ張ってくるから変摩耗するから、それはそれでダメなんだよね。そうだから僕らもそれをやるときは包丁の裏押しするときだけかな、端から端までほぼ全部フラットですっていうのを作ってから裏押しをしますっていうのが一番よくて、普通に研いでるときは別にこことここが平面出てなくても、ほぼ使ってないから、あんまり今別にそこまで気にしなくてもいいかなって。この真ん中だけがね、ある程度ちゃんと平面が出てれば。基本はもうあんまりこう、奥にも手前にも出しすぎないで、面直しの7割ぐらいが常に乗っかってるぐらいの範囲でこう往復するというのイメージ。そうです。砥石の方がちょっとでかいよね。はい。そうだからあんまり砥石からこう出すぎない。そうだね。ちょっとこのぐらいで3割で出るぐらいの。それでも出すぎかも。ちょっと出るぐらい。1センチ、ちょびっと。それぐらいでできる。じゃあもっと小刻みにここの幅は狭くこうやるというイメージ。方がいいかなと思う。ただ一番大事なのは大きく動かしてもどれぐらい丸くなってるかなとかっていうのを確認できる理解の問題だよね。理解できてて自分の研ぎには別に影響ありませんっていうんだったらオーバーストロークでやっても別にね問題はない話で、ただそういう風になっちゃって山形が強いっていうのを気づいてなくて和包丁の裏押しをした時にここら辺が砥石に当たりませんっていう風になったらダメですよねっていう本末転倒というか、やっぱ今それで思ったのが取っ手ついてるやつでやると僕が昔それ使った時はそうなってたなって思いました。取っ手ついてるんでこうやりやすいじゃないですか。だから結構ストローク大きくなってた気がするんですよね。結構やっぱり削れなくなってくるとちょっと安定がしにくくなってくるよね。あとは取っ手の方が真ん中に体重がかかってるからすごくいいところもあるんだけど、逆に言えばこいつのデメリットで言うと
右と左で押さえる力が違う人がいる。そうすると右が強すぎて砥石斜めに肩入れくるとかっていうケースも出てくるね。研ぎ講習終わった後にで、お客さん講習受けてもらう時に僕が使ってる研ぎ場で僕の砥石でやってもらうことが多いから、でもたまにあるよね。終わった後にね、次自分で研ごうと思ってパッて見たら、あれなんかおかしいなと思ったら砥石右斜めに、ね、肩入れるみたいな。どんだけ力入れたらこんなにいけるんだろうみたいな。いや、そういう意味でやっぱ面直しも平らな面は出てても斜めっちゃったりとかっていうのもやっぱあるっていうことなんで、そういう意味では力の入れるのも研ぎと同じぐらい結構肝心っていうことですよね。ある程度やっぱりテクニックが必要なのと、やっぱりちゃんと砥石と向き合ってくださいねっていうのはとても大事だよね。安心せずに常に見る。で見た時に砥石の形は全部同じ厚みなのかとか、ね、やっぱり計測してみるとか測ってみるっていうのすごく大事だったりするとは思うからね。そういうところで、道具がいいから全てが完璧っていうふうに思い込まないこと、僕がよく言ってるのは常に、ね、全てのものを疑いましょう。目で見てるから大丈夫ですって本当にじゃあそれは数値で見てますかとか、ね、角度で測ったら全然違うじゃないっていうのももう当然出てくるだろうし、で見えてるものってやっぱり所詮感覚的な問題で、実際やっぱり本当にそれが正しいかどうかっていうのは一個一個やっぱり潰していく努力がとても大事だよね。じゃないと精度が出てこない。感覚でね、やっぱり思い込みでもうどんどんいってしまっているものだって世の中にはたくさんあると思うし、やっぱり目指すべきゴールがやっぱりそういう精密さを求める世界になればなるほど、やっぱりそういうところをきちんと抑えていくっていうのはとても大事で、だからこそやっぱりいの一番にやっぱり疑うべきは自分の技術だと思うし、自分が完璧だって思うのはもう一番最後でいいと思う。でもその中でやっぱり研ぎって3つの要素でしか できてなくて、砥石と、包丁と自分の技術、でそのうちの1つを排除できる道具でもあるんだよね。そうだから砥石が間違いなく完璧ですってすごく言いやすい道具であり、計測しやすい形のものだから、そこで間違いないの多分もうこれは大丈夫ってなったら、あとはなぜうまく研げないのかって言ったら包丁か自分の技術ってもう2択になる。その時にやっぱり包丁の見方としてチェックポイントをきちんと押さえて、それでもやっぱり包丁は大丈夫だと思うんだってなったら、やっぱり自分の何かが悪いからそれを探しましょうっていう、一個ずつ潰していくことによってやっぱり原因が見つけやすいんだと思うんだけども、やっぱりそういう意味で砥石を、ちゃんと平らにしてますっていう、そこをきちんと技術として確実なものにしていくっていうのはやっぱりその土台になる部分だから、やっぱり上手になる一番最初に大事なところなんじゃないかなと思うね。一番最初に、買ってもらう場合はまずこれ両面張りになってるので両面貼ってあるんだけども、両面貼ってあるものもあれば片面だけのものもあります。で一番お安く買えるのが片面張りになるんだけども、その中で一番最初に買ってもらうんだったら、検証ダイヤの中面っていうのを買ってもらうのが一番いいかなと思います。理由は簡単で、中戸から仕上げまで一番オールラウンダーだからっていう感じかな。で一番気をつけてもらった方がいいのが細め。細めは仕上げ専用です。で細めを間違えて粗めでゴシゴシやっちゃうとすぐダイヤがなくなっちゃうんで、なので、そういう意味ではやっぱり中面を買ってもらうっていうのが、中戸から仕上げまで、バランスよく使えますよっていうふうに言えるかなと思いますね。でもしその費用対効果でもうちょっとでも長く使いたいんですっていう方は粗めを買ってください。で理由はっていうと、粗めはダイヤがでかいのでその分持ちがいいです。長く使いやすい。ただ最初新品買って面直しした時にやべえって思うぐらいすっごい傷入るんで、そこら辺がちょっとデメリットですね。なのでもし粗めで全部の粗さの砥石を直すんですってもしなることがあったら、粗めで面直しした後に他の平らにした砥石同士でこすって表面の傷を取ってもらうといいんじゃないかなと思いますね。とりあえず一番最初1本でっていうんだったらおすすめはやっぱり中面をおすすめしますね。じゃあ
本日は藤原先生に面直し砥石の、使い方、面直しのコツと、あとは、こういう他の使い方もできるよっていうのも含めてちょっといろいろ教えていただき